皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1160日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1160名、戦車4両、装甲戦闘車13両、砲31門、ドローン72機、その他車両105両となっていて、兵士の累積の損失数はすでに95万人に到達したとみられます。戦線全体では163回の地上戦の報告があり、ロシア軍は泥濘期入りを前にオートバイ攻勢を強化しています。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ザさんは昨日のトランプ大統領とゼレンスキー大統領の会話について、読心術の専門家が解読した内容を伝えました。それによると、まず、マクロン氏がゼレンスキー氏と握手をして、トランプ氏がそれを止めたところでは、マクロン氏に向かって、あなたはここにいるべきではない。頼みがある。あなたはここにいるべきではないといったことが明らかになり、緊迫した場面で近くにいた牧師も心配そうな表情を浮かべました。また、トランプ大統領とゼレンスキー大統領の1対1の会話では、ゼレンスキー氏が、そうであってほしいが、このようなやり方はしないでほしいと話しかけ、それに対して、トランプ氏が、これは非常に興味深い戦略だ。安心してほしいと答えました。ザ・サンでは、トランプ大統領がウクライナに関する問題の主導権を握ろうとし、マクロン大統領のような欧州の指導者が立ち入る隙を与えないようにしていると分析し、トランプ大統領に独自の戦略があることを裏付けているものだと付け加えました。2番目。トランプ大統領のスタンスが定まらない中、アメリカ上院共和党のグラハム議員は、自身の SNS にロシア制裁に関する超党派の法案を提出したと書き込みました。法案は上院議員100人のうちすでに60人が共同提案者として名前を連ねていて、審議されれば可決される見込みです。この制裁法案はロシアから石油、ガス、その他の製品を購入する国に対し、アメリカが制裁の関税を課すもので、世界貿易からロシアを締め出し、経済的に行き詰まらせることを目的とするものとなっています。グラハム議員は、もしロシアが名誉ある公正で永続的な平和を受け入れないのであれば、圧倒的多数でこのようになると説明し、最後にトランプ大統領のウクライナ戦争終結の努力に対し、感謝の言葉を添えました。3番目。ロシアの犯罪数が急増し、今後も急激に増え続けると予想されています。ロシア内務省によると、今年第1四半期だけで、国内の重大犯罪の件数は17万8000件となり、これは昨年より 13% も増加し、ウクライナ戦争以来の記録となりました。特に、大都市と不況の地域で暴力が急増しているとのことです。ちなみに、日本の重大犯罪件数は同じ期間で計算すると3000件となっています。専門家は、砲弾の餌食として投入した囚人兵の生き残りがロシア国内に帰還し始めた。兵士たちに勝利の感覚はなく、武器の匂い、PTSD、無罪放免となった高揚感を感じて帰国する。帰還兵の心の中では、血生臭い戦争の舞台がロシアの都市に移動しただけのように感じるだろうと説明しました。また、テロ事件も急増し、今年1月と2月だけで451件の報告があり、前年比で10倍になりました。専門家は、
今や、すべてのロシア人にとって、ウクライナのミサイルより切実なのは、勲章をもらい、暴力に飢えた隣人による新たな危険だ。今後数十万人の囚人が前線から帰還すれば、最悪の事態は、まだこれからとなると、国家危機レベルの不吉な予告をしました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は、大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。また、この分野でこれまで起きた様々な事案から、ルジアンやルシアン軍など、YouTube に最適化した表現を使用しています。北東部、スームイ、クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が侵攻の目標としているはずのスームイから、クルスク、ベルゴロド、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。作戦に影響を与えるスームイの天気は、雨。最高気温8度、最低気温-1度。今日の天気予報は晴れとなっています。昨日に引き続き、ウクライナ全土で寒波が到来しています。これらの方面でルジアンは、クルスク方面で16回、ハルキウ方面では少なくとも1回の地上攻撃を行いました。クルスク方面。この方面で地上戦は継続し、ルシアン軍の第810海兵旅団の司令官代理は、プー大統領に最高司令官同士、我々はゴルナル集落を制圧し、集落内の街路に陣地を確保しました。集落は完全に我々の支配下にあり、ゴルナル集落の西側と南側、そしてグエボ集落の森林地帯を掃討中です。近い将来、個々の敵集団と散在する敵集団は全て壊滅するでしょうと報告し、国営テレビで放送されました。一方、ウクライナ軍の第73特殊作戦部隊は、クルスクの不特定の場所で作戦を行った結果、ルシアン軍の部隊を全滅させ、2人の捕虜を捕らえたとして映像を公開しました。さて、戦況図では、そのうち、ウクライナ側のビロボディとロクニャの間の郊外では、位置情報付きの映像によるとルジアンが、バギーで攻勢を仕掛けました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、地図の場所を疾走する2両のバギーの様子となっていて、威力偵察を兼ねたものと考えられます。ルジアンは、地雷を踏んで撃退され、戦況図に変更はありません。それ以外は、戦況図に影響のある情報はなく、ルジアンの攻撃は前進にはつながりませんでした。ベルゴロド方面。この方面では、戦況図に影響のある情報はありませんが、デミドフカでは、地図の作業所の施設に、ルジアンがドローン攻撃を行っていて、この場所がグレーゾーンにあることが確認できます。北東部、ルハンスク州方面。東部、チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面では4回、スバトベクレミンナ戦は2回、シベルスク周辺では3回、チャシフヤール方面で10回、トレツクの方向で27回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面で、ルシアン軍の前進は停滞し、特に、オスキル川沿いでは舟艇が不足し、前進の成果が上げられないとの情報があります。そのうち、クピャンスクの南30キロにあるザリゾベでは、地上戦があったのかどうかは不明ですが、地図の場所にいたルジアンが降伏し、ウクライナ軍が奪還しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第77エアモバイル旅団のもので、地図の場所で降伏するルジアンたちの様子となっています。戦況図では、占領地を500メートル縮小させ、この場所まで、ウクライナ軍が500メートル奪還したとして更新しました。トレツク方面。この方面では、トレツク市街地よりも、郊外で、ルジアンが攻勢を仕掛け、前進を試みています。1番目。そのうち、市街地北のデリーフカでは、ルシアン軍が
積極的にドローン攻撃を行い、ウクライナ軍陣地の弱体化を図っています。ご覧いただいているのはロシア軍のもので、地図の場所付近の様子を観察しているところとなっています。戦況図に変更はありません。2番目。昨日の動画でもお伝えしたトレツク北の水浴び場では、ルジアンが引き続き前進を試みていて、ウクライナ軍の攻撃位置からすると、ルジアンは鉱山の北から前進するルートもあることが判明しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のキジャーク国家警備旅団のもので、地図の場所付近のルジアンの陣地の様子となっています。ルジアンは兵士を継続的に送り込み、拠点化を図っていることがわかるため、戦況図では鉱山の北側からこの水浴び場に至るルートでルジアンが前進したとして更新しました。また、これと前後して、ウクライナ軍は市街地中心部にドローン攻撃を積極的に行っていて、おそらく部隊を後退させたと考えられ、戦況図ではこの中心部もルジアンが占領したとして更新しました。面積は合わせて2平方キロになります。3番目。また、その西5キロの地点にあるクリビートレツ川では、ルジアンが線路を越えて、集落の最初の家に取り付き、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第120偵察連隊のものとされていて、地図の場所の様子となっています。この攻撃は成功しなかったと考えられますが、戦況図では、この場所まで、係争地が300メートル拡大したとして更新しました。ロシア軍は、オートバイを多数用意した一種の飽和攻撃のような正面突撃を行い、多数の損害を出しながらも、ウクライナ軍のドローンをすり抜けて前進を成功させていて、泥濘期に入るまでは、今後もこのような攻撃方法が増えてくるものと考えられます。4番目。その南のシチェルビニフカの集落でも、位置情報付きの映像によるとルジアンが集落内に再び入り、ウクライナ軍の第238砲兵旅団がドローンで排除しています。砲兵旅団でもドローンを使って作戦を行う時代になったようです。戦況図では、この場所までウクライナ軍の奪還地を縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面で、ルジアンは、ポクロフスク方面で59回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で13回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンは、ポクロフスクから離れた郊外を中心に攻勢を仕掛けています。1番目。ここ最近お伝えしているタラシフカからボディアーネドルヘでは、ルジアンがウクライナ軍の防衛線までの間合いを詰めています。位置情報付きの映像によると、ルジアンはボディアーネドルヘを越えてベレジフカに入り、ウクライナ軍がドローンで撃退しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍第117歩兵旅団のものとなっていて、地図の場所の様子となっています。その他の情報も考慮して、戦況図では、ルジアンがボディアーネドルヘの手前まで前進したとして更新しました。面積は7平方キロになります。2番目。西側正面のナディーフカでは、昨日に引き続き、ルジアンが装甲車両、自動車、オートバイを使いドローンを振り切り、突破を図っています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第59機械化旅団のもので、平地を疾走する車両の様子となっています。戦況図では、ルジアンは、ナディーフカの全体を占領したとして更新しました。面積は1平方キロになります。後方地域。今日も、ロシアン領内で、不審な出来事が起きています。そのうち、ブリャンスクでは、昨日の動画で、電子戦システムの設計者が地獄に召されたことをお伝えしましたが、つい先ほどクレモニー電子工場で、爆発と火災の情報があり、ドローン攻撃によるものと考えられます。
この工場は、マイクロエレクトロニクスの生産では国内2位で、ミサイル、防空システム、戦闘機の電子機器の生産を行っているとのことです。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは5回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。その他、獄中の司令官イーゴル・ストレルコフは、再び支援者を通じてメッセージを公開し、5月はロシア軍が大きな問題に直面すると分析しました。それによると、ロシア軍は極めて不利な消耗戦を強いられる中、軍事面でも政治面でも大問題が発生すると指摘しました。まず、軍事面では、ウクライナは相当な予備兵力を確保していると指摘し、我が軍は肉攻撃により大きく弱体化し、圧力に耐えられない恐れがあると警告しました。また、欧州は軍事力を増強させつつ、ウクライナ支援を強化するため団結していることを指摘し、アメリカ抜きでヨーロッパは戦えない、などと、こっちのメディアは嘘吹いている。全く腹立たしい。我々は3年間、ウクライナすら倒すことができなかった。なぜ、ウクライナとヨーロッパの両方を倒すことができると思い込んでいるのかと疑問を呈しました。同氏は、以前のメモでも、5月に激変が起きると予想していて、山全体が乾燥した枯れ草に覆われ、燃え上がるのは避けられないと表現し、兵力の消耗、産業と経済の衰退、政権の腐敗と硬直化という条件が整い、崩壊の準備が整ったと述べています。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。